皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber。この渾身のボケにやっぱりなかなか突っ込んでもらえない。濃いめのガンダムオタク、ナンバーセブンこと7が電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そしてわかりやすくお伝えします。本日は前回に引き続きこちらのテーマの後編をお届けします。なお今回は頑張ってみたもののどうしても難しい言語表現になってしまうため、ほとんどの方がハテナマークをつけたまま視聴する流れになると思いますが、最後に超ざっくりイメージを哲学的にまとめるので、それでなんとなく分かった気になる程度までいけることを目標設定としました。代わりにお遊び要素をいっぱい入れておいたので、全然分かんなくてもそっちだけでも楽しんでいってくださいね。生物を物理システムとして見たとき、生物個体としての性質と生物界全体での時間発展を考えると、従来考えられていた神経系の演算能力だけでは到底収まりきらず、はるかに莫大な情報処理を担うシステムの存在が示唆されるというのが前回までのお話でしたね。これについて今回の研究チームは、昨年の2024年に従来の常識を覆す大発見を発表しました。神経細胞を含めた真核細胞には種を問わず細胞骨格という構造があります。これは3種類のタンパク質フィラメントが文字通り骨格のように3次元的に細胞を支えるようになっていることからこう呼ばれています。そしてこれらのフィラメントを総称して細胞骨格フィラメントと言います。研究チームはこの細胞骨格フィラメントにおいてアミノ酸分子のトリプトファンを媒体として超放射という現象により神経の電気化学的シグナル伝達とは別種の量子工学的な伝達が行われていることを発見したのです。超放射とはある電磁波の波長より短い範囲に原子が密集している時に通常の原子の冷気による放射よりも激しく連鎖的に光子が放出される現象のことです。これによりトリプトファンが高エネルギーの紫外線を吸収し、より低いエネルギーで再放射するという現象が起こり、それが量子工学的にピコ秒という極端のタイムスケールでトリプトファンと細胞骨格フィラメントの構成原子間で伝達されるという驚愕の超高速ネットワークシステムが確認されました。この現象は生物学的には後期性細胞が生化学的な分解過程で活性酸素などのフリーラジカルを産生した際、これが放つ有害な高エネルギーの紫外線を吸収し、低エネルギーの電磁波として再放出することでダメージを低減する役割をすると考えられ、昨年の論文ではアルツハイマーなどの変性疾患に関わるメカニズムとして主なテーマとしては医学的な見地で発表されていました。しかしこの光子による量子力学的超高速ネットワークが存在しているということは、分かりやすいところで言えば、脊椎動物が骨格系を身体の支持及び合成確保とともにカルシウム貯蔵庫として利用しているように、ある生物個体の全システムが実現可能なあらゆる可能性の発露がその生物個体であるという根本的な原理から考えれば、この生体内超放射ネットワークは量子光ファイバーのように神経伝達のより下のレイヤーで情報処理に利用されている可能性が十分に考えられます。これはまさに細胞の一つ一つが高性能の量子コンピュータであるとも形容できますね。今回の論文はこの点にフォーカスを当てた数理物理的知見となります。まだ荒削りながらその結論はこれまでの常識を覆す驚くべき結果となりました。まずは前回のホジキン博3ニューロンモデルにおける神経伝達による情報処理速度との対比です。細胞骨格フィラメントにおける1ピコ秒スケールの超放射が情報処理に利用されているとすると、単一のフィラメント層の集合体で考えた場合、種類や実態によりばらつきはありますが、比較的多く見られる構造体で控えめに計算した場合の情報処理速度の上限は、桁数にして1秒間に10の13乗回の演算に相当します。これは1秒間に10の3乗回という単一神経細胞の演算能力に対して誤差が大きいであろうことを考慮しても実に10億倍以上の凄まじい演算能となります。前回のアバウトに出した人の脳全体での演算能が10の14乗回だったので、
これも誤差を考慮すると、これまで人の脳全体でこの程度と考えられていた演算脳が、実は細胞一つどころかその中の一構造体でそれに匹敵する演算脳があったということになりますね。さらに先ほども言った通り、細胞骨格フィラメントは神経細胞だけではなく、真核細胞全体に共通する構造です。つまり、この演算能力を保持した物理システムは、植物や菌類も含めた原核生物以外の全ての真核生物に適用できます。それを全て合わせたら一体どれほどの、というやばい発想はとりあえず置いておきましょう。次は、このフィラメント構造体における情報処理の効率についてです。量子演算の理論上の処理速度の限界については、マーゴラス・レビチン定理というもので求めることができます。この定理において計算すると、この宇宙のあらゆる事象の根源が量子論的であるとする現代物理学の大前提において、量子コンピュータを含むあらゆる物理システムの情報処理速度限界は、エネルギー1ジュールあたり1秒に 6×10 の33乗回ということになります。これをマーゴラス・レビチン限界と言います。細胞骨格フィラメントの超放射は大元が紫外線なので、この波長帯の電磁放射エネルギーで換算すると、そのマーゴラス・レビチン限界は1秒に10の15乗回となります。これは控えめに見積もった処理速度上限が1秒に10の13乗回なので、細胞骨格フィラメントの超放射ネットワークは少なくとも理論限界速度から2桁以内で動作するという、およそこの宇宙にこれ以上の演算システムはないだろうというほどの超効率ということになります。量子コンピュータと比較するには、量子演算の理想値としては限界は同じなので、ガンバスターとターン A ガンダムのどっちがエンジン効率がいいかを比べるようなもので、単純に対象の単位を揃えての絶対値で比較することはできませんが、前回も話したように、量子コンピュータに本体の何百倍もの冷却装置が必要なことや、人間の用途に合わせた自由度や冗長性の確保にかかる情報量的コストを考えると、おそらくどれだけ技術が発展しようと、現行の超電導体やシリコンなどでは、装置全体の質量比では対象がどんな生物個体であってもそれを超えるどころか追随するレベルの演算効率を持つシステムを構築することは不可能でしょう。現状では重ね合わせを破壊しないために量子ビットの大幅増量自体が難しい状況なので、並列化したとしても大陸丸ごととか星丸ごととか太陽系の大半とか、そんな非常識なスケールになってしまいます。これだけの演算脳を持ちながら、細胞骨格フィラメントは細胞という常温付近のスープの中で動作しているようなものなのですから、例えるならザク対ガンダム F91 どころか、電飾改造したザクのガンプラ対リアルガンダム F91 くらいのどうしようもないアドバンテージの差があります。このことから今回の論文では、タンパク質ベースの素子の導入についても抽象的に軽く触れています。要するにこういうことですね。何でも分かりやすくできちゃうガンダムってすごい。さて、それでは皆さんお待ちかね。この驚愕の物理システムを全地球規模で考えてみましょう。実測値を出すのは不可能なので、環境生物学的理論の統計から、地球のバイオマスの総量465ギガトン、真核生物1体あたりの炭素が1ナノグラム、超放射フィラメントの総量が100本、神経細胞は桁違いに発達しているため、軸索1本あたり1000本と仮定し、これも若干控えめに全地球の生物超放射システムの総量を見積もると、1秒で10の41乗回という桁数が出現します。これは神経伝達のみで同じように見積もった場合が10の25乗回となるので、桁にして16乗、倍数にして1京倍という小学生でもなかなか出てこない比較値となります。ついでにドクストの千空の口癖100億倍の100万倍です。桁数表で逐次確認していますが、正直自信がなくなってきました。上げ足取り込めをするならこの辺り狙い目ですよ。さあどんどん行きましょう。地球の推定年齢は約46億歳ですが、真核生物は化石の記録から約20億年前に誕生したと見られています。最初は数が少なく、そこからだんだん数が増えてきた歴史を古生物学的な知見と照らし合わせながら概算すると、その総演算桁数は10の60乗回となります。なゆたと回受けたが出てきました。
ガンダムトライブくらいでしか見たことがありません。てか、ガンダムってコンテンツの万能性本当にすごいな。なお、弱い仮説の大量絶滅イベントがあった場合もう少し落ちることになりますが、歴史全体で見ると、桁数という単位基準では微々たる影響であり、生物は淘汰や進化などにより多様性や種の個体能は変化しても、バイオマスの総量自体は循環により大きく変化することはないと考えられるので、誤差の範囲は下がるとしても1桁以内に収まると予想されるようです。やりたくないので検算はお断りします。さて、このような莫大な演算という事象は、どんな物理システムなら比較対象になるのでしょうか。前述の通り、コレベルですら量子コンピュータでも全く比較にならないため、まずあらゆる人工物は排除されます。そうなると、天文学的単位という言葉があるように、宇宙に目を向けるのが自然な流れになってきます。人間を含め、すべての生物は星のかけらからできているといった言い回しは有名ですね。因果的には、天体活動によって軽い元素から重い元素が生まれ、それが巡り巡って我々の体の一部になっているはずなので、これは事実だと言えます。そんなわけで、宇宙に関するいろいろな数値との関係性を探ったところ、とんでもないものとの関係性がヒットしてしまいました。宇宙論の知見より、生物を除外した物質量と基本相互作用ベースの膨張も加味した観測可能な宇宙全体の物理システムとしての処理速度の上限は、1秒間に10の104乗回ということになります。さすが宇宙さん、10の68乗が無料対数ですが、それをはるかにぶっちぎっていきました。これは、先ほどの現地球全体の真核生物システムの推定値、1秒間に10の41乗回を63桁、倍数にして1000なゆた倍上回っています。ところが、宇宙論は宇宙原理と一般相対論に基づいて記述されています。つまり、宇宙の膨張は時空そのものの膨張であるので、全体のエネルギー総量は一定であり、物質量とトレードオフ関係にあります。なので、宇宙全体では単位時間あたりの演算限界は求めることはできても、積算していくことに意味がなくなります。対して、その宇宙の中の局所の径を記述する場合は積算が意味を持ってきます。要するに、地球の生物系の歴史の全積算演算数が本質的な宇宙の演算濃度の対比になってきます。このことから、太陽活動の関係を鑑みて地球の寿命をざっと100億年とした場合、地球生命がその付近まで進化しつつ存続したと仮定すると、46億年の総演算数、10の60乗回から、さらにその倍以上の時間発展による積算演算数が比較対象になってきます。そしてその結果、地球生物系と観測可能な宇宙の演算濃は、比率にして1対 1.64 と、かなり接近することが導かれました。宇宙も地球生命も両方不確定要素が多く、誤差が大きくなることは否めないですが、それでも対比誤差の範囲は 1.6 付近となるようです。これもやりたくないので検算はお断りします。さてここで、ほとんどの方がこう思ったはずです。全宇宙に対して、その中のごくちっぽけな一要素でしかない地球の生物系が、演算濃という観点でなぜ近似してくるのか。その数理的メカニズムとしては先ほどの宇宙論の説明の通りですが、ここはやはり、もう少し抽象化しないとわけがわかりませんよね。そんなわけで、哲学的解説のターンです。こういった話で混乱する原因は、いくつかの計量という概念のトレードオフ関係にあります。まずは相対論について考えてみましょう。ざっくり言うと、特殊相対論は時間と空間と速度という計量の主観と多観でのトレードオフ関係を表しています。これにより、それまで絶対としていた時間と空間が時空として相対的なトレードオフ関係になることにより、質量とエネルギーの等価性が導かれます。そしてこれに空間的自由度と重力を導入することで、一般相対論ではさらに静止質量と可能運動量がトレードオフとなり、質量と加速度 g の等価性が示されるとともに、時空に対してトレードオフの速度に重力が加わります。次は統計力学と熱力学についてです。熱は必ず高い方から低い方へ移り、状態は必ず無秩序に遷移していく。また、熱とは粒子の運動量に起因するということを表すこれらの学問は、状態と秩序のトレードオフ関係を表しています。次は量子力学です。なお、
基準とするのは社営公準と多世界解釈のどちらでも構いません。この学問は観測者にとって状態は観測して初めて実在性を確定できるということを言っています。つまり乱雑さという尺度で見た時の状態量と実在性がこれによりトレードオフとなります。最後に情報理論です。物理システムは全て情報を持ちます。情報がゼロならばそれはそれという概念すら出ないほど完全な虚無ということになります。これにより情報と実在性は等価ということになります。さらに統計熱力学におけるマクスウェルの悪魔を考えたとき、情報は仕事をするということになります。これにより孤立系において情報量と物理的エネルギーがトレードオフ関係となります。ここで相対論の下りからもう一度思い出してみましょう。エネルギーはあらゆる物理学において基本的で重要な物理量です。情報がそのエネルギーとトレードオフということは、情報はあらゆる物理的計量に影響するということになりますね。するとこれまたループして情報と実在性の等価性を裏付けるわけです。なお全関係性を図示してみようとしましたが、頭が痛くなってきたので断念しました。もし物理学とシミュレータ作成の両方が得意な方がこれを見ていたら、これを作ってフリー素材として配布してください。表記乱舞して使い倒します。ファイル形式は MP4 とできれば GIF もセットでおなしゃす。さてそれでは今回の研究内容を考えてみましょう。観測可能な宇宙というのは観測事実から演算能を含むあらゆるパラメータまで全て情報です。その情報を算出したのも、これを理解し整合性を確認できるのも観測者です。もし観測者がいなければ当然全てがゼロですね。さて観測可能な宇宙というのは、それが完璧に正しいとした場合は、文字通り観測者が情報を得られる実在性の上限値ということになります。実際にはそのさらに外側を曖昧な情報だけで考えることができますが、情報と実在性のトレードオフにより実在性を強くすることはできません。そしてその極限値付近はこれまたトレードオフ関係により揺らぐことになります。実際近年のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡などの天体観測結果により、あらゆる知見の積み重ねで組み上げたビッグバンを基準とした標準宇宙論が揺らいでいますよね。それでは今度は観測者とは何なのかを考えてみましょう。それは言うまでもなく生物というカテゴリーの物理システムであり、因果という情報において宇宙が誕生し、星の営みにより材料が生まれ、それが組み上がり進化によりそのバランスを変えながら環境に適応し今あるということになります。それを物理システム的に追いかければ、これも情報量が増えることになるため、常に以前の知見と数理的整合性を取りながら進んできた物理学という体系で考えるなら、やはり情報と実在性のトレードオフにより情報量は上限値付近へと至ります。つまり精査すればするほど観測可能な宇宙と生物系の相対演算能という情報が接近することは当然とも言えます。ちょっと待て。すると我々は本質的なことを追い求めているのではなく、ある情報体系の許容限界の中でパズルのピースを埋める作業をしているだけなのかという意見が出てくると思います。はい、その通りです。逆に言えば今回の知見はそれだけでかいパズルのピースが埋まった素晴らしい成果と言えます。では本当の本質を求めるにはどうしたらいいのかという意見も出てくるかもしれませんね。本当の本質、そんなものはありません。なぜならその知識を求めるというのも情報ですよね。強いて言えばその考えは情報が無限で実在性がゼロの無次元のパズル枠を確認しているようなものです。その決して存在しないものにこだわるのは、神の存在性を絶対定義としておかしなパズルのピースの組み方をすることと同じです。なのでラプラスの悪魔よろしく全知という存在性は矛盾します。それではある知っている状態からそれよりは知る状態に進むのだから、観測が永遠に続いた場合、局所でだけ情報は無制限に増えていくことになり、そのうち宇宙の許容量を超えてしまうのではないかという意見も出るかもしれませんね。はい、常に時間発展という情報のある観測者の観点では増えます。そして実在性とトレードオフなので、宇宙の膨張が観測されていますよね。しかも加速度的に。それと
原理論の体系やホログラフィック原理など、実在性ではなく情報が主体の理論が発展してきていますよね。まさにトレードオフです。さらに言うと、情報の大部分を観測事実と物理量主体で記述しているので、この辺りに標準宇宙論及び相対論のほころびがあるとも言えます。実際、量子重力理論の構築は難航していますよね。それでは、ビッグバンは間違いなのかという意見が出てくるのは自然ですね。結局、情報と実在性がトレードオフなので、実在性の観点ではあまり意味がない問いになるのですが、一つ成立する考え方があります。それは、宇宙が誕生して自分という観測者ができたという因果的事実を実在性に結びつけるのではなく、情報に結びつけることです。つまり、ビッグバンの視点を自分の観測という事象に移動させます。こうすれば、相対論、量子論、統計熱力学、情報理論のすべてのトレードオフ関係が満たせます。自分の主観を中心とした情報の広がりで、説明のつく事象がビッグバンとなるわけですね。ある時点での情報の総量は有限で、時間発展により増え、状態量であるエントロピーは孤立系では必ず増大し、時空は相対的で、状態は観測により初めて決定し、宇宙の始まりまたは最遠方宇宙や自分自身のルーツについて知れば知るほどわけがわからなくなり、今回の研究結果のように、その情報処理速度の極限値は近似してきます。つまりこれが、80年前のシュレディンガーの問題提起、生物はなぜ宇宙のエントロピー増大速に拮抗するのかの回答となるわけですね。もう一つ面白い話を追加しましょう。シュレディンガーと並び量子力学の基礎を築いた人物の一人、ベルナー・ハイゼンベルクはかつてこんなことを言っていました。自然を取り扱う科学にとって研究の主体はもはや自然それ自体ではなく、人間の尋問に委ねられた自然である。このやり方では人間は自分自身に出会うに過ぎない。こういった考えからハイゼンベルクは数字が表す世界の形にこだわりました。それが量子の不確定性を解釈によらずありのまま記述する行列力学を生んだのですが、若かりし日、そのこだわりをアインシュタインにぶつけたところ、こう返されました。自然を観測可能な量だけで表すのが正しいというのは確かにそれはそうだが、何が観測可能で何が量なのかを決めるのは理論の方なのではないかね。確からしさを求める科学にとって最も根本論理的に記述が可能な数字という言語。しかしそれが表すものが正しいかどうかを決めるのも、それを作ったのも人間です。どこまで掘り下げても解釈は必要なのだということにハイゼンベルクは気づかされました。そして後年にはこんな言葉を残しています。客観的事実など存在しない。あるのは自分の目を通して見た事実だけである。以前とは180度主張が変わっているようにも思えますが、量子力学を含む量子論に関わった偉人たちが晩年にこぞって実在論的な言葉を残したことから推測すると、彼らは度重なる量子と自分の実在との相反する事実をめぐっての全問答の末、今回の研究のような結果がいつか現れると予想していたのでしょう。彼らが主役だった時代から半世紀から1世紀弱の時を経て、情報というピースが科学というパズルに使用していいものなのだということが分かり、ハイゼンベルクの言った通り、人間は自然を考え抜いた末に自分自身に出会いました。この宇宙は、自然は自分自身という観測者から始まっています。このチャンネルをずっと見ている方はもうお分かりですね。そう、ゆかりさん解釈です。なお、この解釈はオカルト説の一般市場介入を推奨するものではありません。例えば今回の知見で、植物や菌にも人間と同じような意識があるかも、みたいなのは論理が飛躍しています。量子コンピュータの演算が四則演算ができないように、神経系のシグナル伝達とは全く異なるシグナル伝達系と言えるので、我々の認識の定義とは全く異なる情報を扱っている可能性が非常に高いです。生物学的観点から言えば、ほぼホメオスタシス関連と見ていいでしょう。当然同じ系の構造体の一部同士の機能なので、全く関係ないとは言えませんが、レゴブロックでできたガンダムの一つのレゴブロックはガンダムではないということですね。そもそも、まだ確定したわけでもないので、これに関連したようなビジネスがあったら、それは間違いなく情弱ビジネスです。
植物や水に音楽を聴かせたりとか、たまたまそう思えるような個別の情報を誤認し、確証バイアスで根拠なく盲信して人生や財産を浪費するのはやめましょう。ただ、自分一人で楽しんだり、娯楽として共有する分には全く何の問題もありません。私もホラー映画とか好きです。さあ、それでは古の過去動画のごとく、例のあれをやっていきますか。おっと、その前に今回の論文紹介を済ませておきます。今回の研究論文は、現在サイエンス誌においてオープンアクセスとなっています。どなたでもご覧になれますので、より詳しく知りたい方はぜひアクセスしてみてください。さあ、それでは張り切っていきましょう。これまでの話で、最終的には、では我々の感じるこの現実とは一体何なのか、という疑問が出てくると思います。答えは簡単です。実在性を求めても必ず情報が残るので、可能な限り情報に全振りすればいいのです。つまり自分自身の実在性をも否定します。宇宙は始まっていないし何もないとします。しかし、それでも実際に自分は生きて意識がある限り認識があるので、何もないという状態を定義という情報でのみ考えることができますね。つまり、何もなくても可能性だけは無限にあります。そういうものを我々観測者が可能性と定義しているからです。これはないがあるとも言えますが、その入りはあるがないですね。つまり、可能性という光る風の中で、微笑んでるあなたを感じ、その輝きを信じたり抱きしめたりすること。この可能性による幻のようなものを我々はこう呼びます。現実と。この動画は、我が国における科学知識の一般理解及び、科学知識のエンタメ活用を推進する、プロジェクト PSN in ほとばしる科学講座と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。